これが実物のカメラになります。海岸カップル失踪事件で行方不明になった時の遺留品です。2002年にキャンプ場でカップルが突如として失踪したんですよね。車もそのテントとかもそのまんまで、その後大規模な捜索があったんですけど、見つからず未解決のまま。これが発見されたのがその失踪から9年。しかもその場所が失踪した場所から15キロも離れた山の中なんですよ。これが発見された当時の写真です。登山していた方がこのビーチバッグを発見したんですよね。遭難者のものかもしれないっていうことで警察に届けたんですけど、失踪された森さんのものだっていうことが分かったんですよ。中にはこのカセットテープが入ってました。この箱に入ってないこの状態で。この磁気の部分は細くてだいぶ薄いので復元するのはなかなか難しくて、先ほど聞いていただいた女性の声が入っていたので、確認ができたので限界ですね。これはポラロイドカメラで撮られたものだと思われます。で、発見された時はもう、かなり汚れた状態で、何を撮影されているかは、全くわかりません。バッグがビニール製だったので、奇跡的に、保存できていたというか。さらに、ビデオカセットテープが2つ見つかりました。ケースに入っていたので、カセットテープに比べれば保存状態が良かったです。そしてビデオカメラとビデオカセットテープです。中にさらに1本入っていたので、合計3本発見されました。まず見ていただきたいのは、これら3本のビデオテープを復元した映像です。で、これは警察が復元したもののコピーになります。この映像の中には失踪した松永さんと森さんの映像も入っています。警察は事件性がないということで、遺留品は返却されたんですけど、ご家族はそれに納得していないです。人づてで、流れてというか、私のところに遺留品を預かってもらえないかというか、ここから何か情報を得られないかと思いまして、でご家族の同意を得て、これを世間に公表したいと思っています。回します。いや、足元大丈夫。
だけどこちらにすぐ得意じゃない。あんま深いとこ行くなよ。気持ちいい。そろそろ開く時間だよ。1本目のテープはここまでです。損傷がかなり激しかったので、復元できたのは部分的になりますね。映像の乱れも激しかったですし、音声の聞き取れないところもあったんですけど、でも、事件のあった当日、2人が洞窟に入っていくことが分かりました。それがこの2本目のテープになります。あの日、彼らに何があったのか、なぜ姿を消すことになったのか、その手がかりがこの映像の中にあると私は考えています。ぜひそれを見ていただいて、皆さんの見解を伺えればと。ライト。撮ってれば大丈夫だって。
行き止まりじゃん。ダメ。どう？ちょっとわかんない。書いてるの？ああ。戻ろう。こんな道あったっけ？一回戻ろう。階段は何？なんで？戻ろう。
カメラ確認させて。人いたのかな。知らない。ねえ。ねえ。あ、すんの。
やつ。大丈夫？誰かいいんじゃない？靴もあったじゃん。すいません、誰かいますか？すいません、すいません、誰かいますか？どこ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 ？
どこ？2本目のテープはこれで終わってます。2人が洞窟で遭難したことは間違いありません。でも洞窟なんてないんですよ。あの海岸だけでなく市には洞窟なんてないんです。入り口が映像に映ってましたが、そんな入り口どこにもないんです。海岸から一番近くにある洞窟も調べましたが、形が全く違ったんですよ。しかもその場所は海岸から50キロも離れてるんです。遺留品の写真なんですけど、これを洗浄して修復したものがこれになります。これは映像の中で松永さんが森さんに見せていたものにとてもよく似ているんですけど、写真に3人の人物が並んで写っています。これを松永さん、森さんのご家族に確認したそうなんですが、一体誰なのか誰も心当たりがないそうなんです。あの日、なぜわざわざこの写真を持っていたのか、それも全くの謎です。最初に聞いていただいたカセットテープに録音されていた声、これについてももちろん操作されたんですけど、その声が誰なのか全く分からなかったそうです。一番保存状態が良かったのが、この3本目のテープなんです。何も映ってなかったんですよ。なので未使用だと思ってたんですが、それがテープの最後にだけ何か録画されたような跡があります。これがすごい不思議なんですけどね。とりあえず見てみてください。ご家族の方は
二人がまだどこかで生きてるんじゃないかと期待しています。何か少しでも情報があれば提供いただきたいです。どうか何卒よろしくお願いします。